皆さんこんにちは。石川県の能登半島で鍛冶屋をしてます福部鍛冶の星葉と申します。今日は、包丁研ぎの映像をお見せします。今日研ぐのはこの両刃包丁ですね。こちらとこちらに刃がついているご家庭用でもある、万能包丁のことです。こちらを研いでいきたいと思います。左側が両刃の包丁になります。皆さん包丁を研ぐときにお困りごとないですか？どうしても研いでいるときに、丸刃になったり、何度も研いでも切れない、こういう悩みってあるんではないでしょうか。また、時間がないからなかなか研ぐ暇なんてないよっていう人もいらっしゃるかもしれません。今日はもう家庭でどなたでも研げる研ぎ方をお教えしますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、それではまず、包丁の切れ味を試してみたいと思います。こちらの包丁、切れなくなっている包丁です。こちらの新聞紙で、試し切りをするとき、斜めから入らないですね。このように、切れ味が悪いと新聞紙も切れません。最後にはこれが切れるように仕上げていきたいと思います。はい、それでは今日使う道具の説明をしたいと思います。こちらです。まず研ぐ三徳包丁、そして10円玉2枚で、こちらが荒砥石になっています。ここが中砥石、仕上げ砥石あるんですが、家庭用ではこの中砥石と荒砥石、こちらの2本を使います。もしご家庭にあればこちらの面直し、包丁を研いでいるとどうしても真ん中がへこんでくるので、こういった面直しでこすってあげるとまっすぐになります。最初準備しておくには必ずまっすぐに平らにしておくことが大事です。あとは錆落としについても、錆がひどい場合には使います。はい、続いて、使う砥石を水の中に入れて水分を含ませます。こちらの荒砥石と中砥石を水の中に入れます。そうすると見てください。泡の気泡がどんどん出てますね。この気泡は水分を吸っている証拠なので、この気泡がなくなるまでだいたい5分から10分ぐらいこの水の中に入れておいて準備をしておいてください。こうしてアップで見てみると気泡がよくわかります。はい、だいたい10分ぐらい経ったんですが、ちょっと気泡がまだ少しですけども出ています。だいぶカラカラだったので、10分以上かかるのかなと思いますが、だいたいこれぐらいの泡なら使えますので、このまま砥石を使って包丁を研いでいきたいと思います。まずは右側の青い方、荒砥石、だいたい200番から400番ぐらいのものを荒砥石と呼んでいます。これをまず使っていきます。研ぐ前に包丁の各部位の名称をご確認ください。よく使うのは切っ先、刃元、柄、峰になります。はい、それでは手元を映す画像で、撮っていきます。最初に荒砥石ですね。水分が指でなぜるとまだこの砥石の上に残っているぐらい、これぐらいがいい水分量ですね。研いでいて水を加えることでその水分量をこういう調節することもできます。このような状態で、研いでいきます。じゃあまず、こちらの三徳包丁、
はい、まずこの三徳包丁の、握り方ですけども、安定させて握らなくてはいけないので、利き手の方、右手ですとこちらの刃元の方に親指を当てて、人差し指をこの峰のところですね、こちらに置いて固定します。裏側はこのようになっています。こうすると安定します。まず角度なんですけども、この砥石に対して、そうですね、45度ですね、こうちょうど斜めになるようにして、角度を決めます。砥石のこの当てる角度も、大事ですけども、こちらですね、この峰のところに、空間ができます。これはこの10円玉を2枚重ねて、ぐらいがちょうどいいと言われています。ちょっと今分かりやすいようにアングルを変えますよ。だいたい包丁のこの峰のところと、この砥石の間、10円玉2枚分ぐらいこう間を空けて、角度を安定させながら研ぐというのが重要になってきます。これは目安です。で、まず最初にですね、こちら、刃先の方、切っ先の方から研いでいきます。こちらに刃が向いてますので、研ぎたいところに、左手を置いて押す方に力を入れて研いでいきます。こっちの方に力を入れますね。これはいろんな研ぎ方があるんですけども、人によって違います。こう押す方に力を入れたり引く方に力を入れたり、こう職人さんによって違いますけれども、基本的には包丁に刃返りができて切れるようになるのが正解ですので、今日は福部流ということで、この刃が砥石にこう向かわない、こうすると危ないですよね。もしこう歪みがあったりするとこうなってしまいます。だから必ず、刃が向いている時は逆の方にこう押して力を入れていきます。だいたいその研ぐスピードは慣れてくれば速いんですけど、この動かすストロークを長めにして、砥石全体を使って、やるといいですね。はい、ということで、まず最初に研ぎで一番重要なのは、角度を保って変えないということです。どんどんこういうふうに研いでいって、もう一つ重要なのは、研いだ時にこの裏面を研ぐとこういうふうに刃返りといって金属がこう出てきます。これを指先でこっちの方にすると引っかかりができるんですね。こうちょうどこう引っかかり、これ感じてもらうと分かるんですけど、この引っかかりの返りが出ることで研げているサインになります。この返りを出すことが研ぎの最も重要なところになります。この返りをこの切っ先の方からどんどん出していくというところがまず最初の仕事になります。大体そうですね、目安は20回ぐらい研いだら大体出てきますので、出てきます。次真ん中の方に手を置いて押す方に力を入れて研いでいきます。そんなに強い、力はいりません。とにかく、角度を保って固定をさせることが重要です。研いだらちょっとこうチェックして、大丈夫であれば次刃元の方へ行きます。水分が足りなくなればこういうふうに水分補給をさせて、こういうふうに研いでいきます。はい、全部出ました。
続いて次裏面に返します。裏を返すと、刃返りがまた取っていきますので、今度は刃がこっちに向いてますから、こうつけて角度をまた10円玉2枚分開けて、引く方に今度は力を入れます。ちょっとはい、引く方に力を入れますよ。これも切っ先の方から同じぐらいですね。だいたい20回ぐらい。取れてますね。真ん中。はい、次刃元の方ですね。この映像を見てちょっと考えている方がいらっしゃると思います。最初はこう45度で研いでいくんですけども、こうどんどん真ん中研いでこの刃元の方を研いでいくと、どうしてもここを見てください。砥石にこうぶつかっちゃうんですね。こうなのでこの部分研ぐときは90度にして、こう引いて研ぐということになります。こうすると研ぎやすくなります。これで刃返りが出てます。はい、全部出ました。荒砥石で、刃返りを両面にこっちに出してこっちに出してやれば荒砥石の役目は終わりです。続いて中砥石に変えます。はい、中砥石やってきました。粒子が細かいですね。だいたい1000番前後ですね。800番から1500番ぐらいまでが中砥石というものになります。これはあと研ぎ方は刃返りの出ている方、こっちですね、ここをまた先ほどの荒砥石と同じ要領でこう切っ先の方から研いでいきます。これも、今度は押す方ですね。10回ぐらいでですね、中2、3、4、お願いします。はい、刃返りが、もう少し偏っていますので、刃返りのある方を下にしてこう研いでいきます。でここまで来ると何回かこれを繰り返します。回数を少なめ、先ほどに10回ほどしてましたが5回ぐらいですね。で真ん中に刃元、はい、で刃返りなんですけど、こっち研いだらまた今度こっち研いでってこう繰り返して刃返りがもうずっと取れない場合あります。その場合は、角度を先ほど45度だったんですけども、これをだいたいそうですね75度ぐらい立てて研いであげると結構その、刃返りが落ちやすいですね。慣れてきたらこの包丁を滑らせて研いでいくと早く研げますね。角度はどうしてもここは90度になりますので、何度か繰り返します。はい、
もう少しね。切れ味の試し方ですけども、女性の方にはおすすめしませんが、この爪を使います。爪にこう軽く当ててちょっと引きます。そうすると引っかかりがこう止まりますね。これが研げてるサイズです。ちょっとここが滑るなっていうのであれば、どちらかに葉返りが出ているので、その葉返りをまた部分的に取っていく作業をします。ここちょっと出てるな。力の入れ具合とかですね、その裏返した時のその角度や力によって微妙にこの刃の返しがついたりつかなかったりしますので、それはこう葉返りを指で確かめながら減らしていってください。いいですね。はい。爪でこう確認したところ、刃がもうこれ綺麗についてますので、これで研ぎ上がりになります。では実際に先ほど切れなかった、新聞を切ってみましょう。はい、それでは研いだ、包丁で試し切りをしたいと思います。先ほどは切れませんでしたけど、しっかり研いだ包丁はこのように滑らかに切ることができます。その仕組みはですね、実はこういう研げてない包丁というのは刃先がですね、こうまっすぐになっています。で、研いだ包丁というのはこうギザギザになってます。これマイクロスコープで400倍で、こう見たところ、こういう刃先になっていることが分かりました。切れるというのはこのギザギザが食べ物にこう食い込んでノコギリ状に切っていくというところで、物が切れるということでなってます。はい、包丁研ぎ終わりました。皆さん、包丁研ぎは正しい知識があれば誰でも研ぐことができます。今日の動画を何回か繰り返しながら見て実際に研いでみてください。包丁研ぎをする目安なんですけども、使う頻度にもよるんですが、だいたい 2,3 ヶ月に1回はこうやって、砥石で包丁を研ぐということが、いいと思います。また、包丁研ぎなかなかやっぱり練習しても研げないやっていう人はうちの、ホームページにポチスパという、包丁研ぎ宅配サービスをやってます。ネットでポチッとすれば、専用の箱が届いて、包丁を入れてポストに送るだけで、すぐ手続きができますので、そちらの方も、またリンクを貼っておきますので、そちらの方から覗いてみてください。はい、今後このチャンネルでは鍛冶屋の仕事などを紹介していく動画をどんどん上げていこうと思っています。今回は三徳包丁、万能包丁の研ぎ方でしたけども、片刃であったり、あとはそうですね、ナタとか鎌、そういったものも研いでますし、クワなんかも修理できます。そういったのを、こういったお部屋であったり、または工場の方へ行ったり、現地の方でやっている作業、そういったものもこのチャンネルで紹介していきたいと思いますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた。